つるくんです。今回は久々に美少女フィギュアを手に入れてみましたのでご紹介いたします。名前は関子ですかね。羅刹って書いてありますね。なかなか物騒なことが書いてありますが、で、表紙がこんな感じで、箱の横がこんな感じ、こちら側がこんな感じ、こちらは名前だけになってますが、裏の方がこんな感じになってます。このフィギュアはあみあみさんで手に入れております。いろんなポーズができるようなのでじっくり見ていきたいと思います。それではオープン。ブリスターの方は2段重ねになっています。1枚目のブリスターにはフィギュアと、あと紙のパーツですね。それから表情のパーツ、あとは武装の方がいくつか入っているようです。下の方のブリスターにはマニュアルですね。それからこちらがモフモフの付属品ですね。これちゃんと毛でできてますね。ブリスターの2つ目は台座の方が入っていて、こちらに関子の名前が入った、結構派手な台座ですね。こういったものと、あとアーム関係の部品ですね。それから手首の方が入っています。あとはジョイントかな、そういったものが入ってますね。裏見るとネジが少し入ってますんで、アーム関係は組み立てが必要な感じですね。オープン。では早速フィギュアの方を取り出してみます。可動部にはこういったビニールの方が挟まれていて、擦れないようになってますね。後ろの方はこんな感じ。当然金属パーツとかは使われていないのでかなり軽めですね。髪の毛のパーツが1つ2つ、これは髪の毛かと思ったら尻尾かな。こういったちょっと髪の毛、尻尾っていった感じでパーツが入ってますね。これは肩アーマーのパーツですかね。それからこれは腰につけるパーツかな。それから刀の方ですね。これが2つついてます。大型の同じく刀のようなものが2本。それから顔パーツが2つ付属していますね。これが本体関係のパーツ一式になります。あとはこれは首に巻いてるマフラーみたいなパーツですね。あとはほとんど台座のパーツなので、これは後で組んだ時にご紹介したいと思います。手首の方もですね、後で細かくご紹介したいと思います。ちなみにマニュアルは日本語と中国語なんでしょうね。両面同じものが書いてあって、言語が中国語と日本語になっているという感じのマニュアルがついています。ではフィギュアの方をじっくり見ていきたいと思います。それではフィギュアの方を細かく見ていきたいと思います。このフィギュア結構クリアパーツが使われていて、肩の部分、お腹の部分、太ももの部分ですね。こういったところにクリアパーツが使われています。前腕の部分、それからお腹の部分ですね。それから肘の部分、太ももの部分、太ももの横と膝ですね。それから太ももの裏にもマーキングがされています。なかなか凝ったフィギュアになっていますね。あとはこの耳の部分が少し塗装されていたりとか、部分的に塗装が入ってる感じですね。肌色ももしかしたら塗装かもしれません。では早速可動域の方を見ていきたいと思います。頭の方は首周りにが結構空間があって、前、後ろと、頭の可動範囲はかなり広い方だと思います。当然左右にも傾けることができるし、回転させることも可能になっています。それから肩の方ですね。肩の方は
このクリアパーツのアーマーが少し当たってですね、このぐらいがやっとなんですが、ぐるりと回せば上の方まで向けることは可能になっています。それから肩の根元に球体関節があって、こんな形で前方の方に肩を引き出すことができます。もちろん両方ですね。こんな形で両手を合わせるような形も可能になっています。それから肘の方ですね。これは二重関節になっていて、1段階2段階という感じですね。上腕と前腕がぴったりくっつくほどには曲がらないんですが、頭に手が届くほどの可動域は取れています。あとこの部分の回転軸ですね。この部分に回転軸があるのと、手首の方はほぼ180度ぐらい曲げるようなことができます。もちろん回転も可能です。それから胴体の方ですね。胴体の方は胸の部分に可動箇所があって、前後ろ前後ろといった感じで前後動ですね。左右への傾きと回転が可能になっています。で、お腹の部分には関節はありません。で、あとは股関節の方ですね。股関節の方は前側には90度以上上げることが可能になっています。ちょっと可動範囲としては狭い方かもしれません。それから、後ろの方もこのぐらいまでは上げることが可能になっています。この根元は球体関節なのでひねることが可能になっているのと、この肌とアーマーの間ですね。この間の回転も可能になっています。開脚に関してはそれほど可動範囲は広くない感じですね。それから膝の方、これも後ろから見るとよくわかるんですが、1つ2つと二重関節になっています。1段階2段階ということで、肩に足首がつくぐらいまで曲げることができます。ここはよく曲がるところなんですが、膝部分がメカっぽくなっちゃっています。これはしょうがないかな。あとは足首の方ですね。ちょっと独特の形状の足首になっているんですが、前後ろですね。それからこの部分がつま先みたいな感じになっていて、独立して動くようになっています。左右へのひねりもかなりの可動範囲なので、設置性は抜群かなという気がします。可動に関してはだいたいこんな感じですかね。顔の表情についてはノーマルなタイプに凝った顔、それからちょっと恥ずかしがってるような顔ですね。顔のチェンジの方はこの前面を外して後ろ頭の方ですね、これを外します。で、その後にこちらちょっとメカっぽい耳をした後ろ頭ですね、これをはめて、顔の方はちょっと恥ずかしい顔にしてみましょうか。こちらをつけて、で前髪の方ですね。前髪の方は長めと短めがあるので、今度は短めにしてみましょう。前後から挟み込むような形にします。これで顔のチェンジの方は完成ですね。後ろはこんな形になってます。なかなかいい顔をしてますよね。それからあと顔の方なんですが、この瞳を動かすことができます。この後ろ側が十字型になってると思うんですが、こちらのピンを使ってですね、この目の方を上下左右にですね動かすことが可能になっています。これで表情がかなりですねつけやすいんじゃないかなと思います。このフィギュアには装備としてこのアーマーですね、アーマーとこちらの刀の鞘ですね、こちらの2つが付属されています。アーマーの方はかなり細かく動くようになっていて、アームの根元とそれぞれの関節が球体関節でつながっていて、
なおかつこのアーマーの方が個々にですね動くようになっています。この先の方もですね動くようになっています。非常に可動箇所の多いアーマーになってます。でこれについてはこのフィギュアの肩と腰、実は両方つけられるようになっています。普通に、肩アーマーとしてつけることもできますし、腰のアーマーですねとしてつけることも可能になっています。こんな感じですね。関節自体は球体関節になっているので、かなり自由に動かせることができます。普通に肩から腕にかけてのアーマーという形でつけることができるのと、あとは腰の方ですね、外して腰アーマーとしてつけることも可能になっています。こちらの鞘の方も肩部分と腰の部分と両方つけることが可能になっています。でこちらの鞘の方は、これ実は開閉するようになってるんですが、この部分に刀を刺していくような感じですね。こんな感じで差し込んで固定をすると。反対側もそうですね。両側に刀を装備することが可能になっています。でさらにですね、ここにピンがありますので、この大型の剣の方ですね、こちらを固定することができます。こんな形で4本の剣を装備することが可能になっています。でこれもですね、腰の部分からこんな形で肩に背負うことが可能になっています。フル装備でこんな感じになるといったところですね。この装備を上下付け替えることができるというのはなかなか面白いギミックだと思います。手首の方はこちら握り拳の方ですね。こちらの方が1種類と、武器を持たせるための手首が2種類、あとは開き手の方が5種類付属しています。なかなか開き手のバリエーションがいっぱいあって面白いですね。こちらの尻尾の方はですね、この刀のアームの根元にですね穴がありますので、そこにつけることが可能になっています。こんな形でちょうどお尻のところに尻尾をつけることが可能になっています。この尻尾自体も根元が球体関節になってますので、上下左右に動かすことができます。あとはこちらのモフモフの方ですね。このモフモフの方は針金が入っているので、こんな形で首にかけたりすることが可能になっています。なるべく汚さないようにした方がいいとは思いますけどね。台座の方なんですが、このアーム部分を組み立てる必要はあるんですが、こんな形で台座が付属しています。少し傷のつきやすい台座の方なんで、扱いには気をつけた方がいいかもしれません。ちょっとすでに傷がついちゃったんですけどね。でアームの方は長さをいろいろ変えることも可能になってます。こういった胴体を挟み込むタイプのアームですね。こういったものもありますし、直接この 3mm のピンをですね、この背中の穴に刺して、こんな形で立たせることも可能になっています。装備の方がすごく充実してますし、顔の出来もかなりいいと思いますので、おすすめのキットかなというふうに思います。確か網網限定品だったような気もしますが、手に入れられる方はですね、入れてみて、遊んでみてください。なかなか遊びがいのあるキットになっていると思います。それでは今回の動画は以上となりますので、次回の動画でまたお会いいたしましょう。